思うままに旅する旅動画。福原君へ。奈良天川神社、熊野神社の旅、軽めのトレッキングと芸能の神様に会いに行きました。だいぶ秋も深まってまいりましたので、海の冒険の次は陸の冒険も楽しみたいと思います。ということで、コロンビアのトレッキングシューズをゲット。そしてコロンビアの20リットルのリュックも購入。さあ、準備万端です。ということで、山ガール、山ウーマンとなって、引き続き冒険を楽しみたいと思います。さて、本日は和歌山から奈良へ移動します。天川神社、大峰本宮天川大弁財天社と熊野本宮大社と熊野那智大社へ行きます。前方に見えるのは白浜のシンボルである円月島です。島の中央に円月形の海食堂がぽっかり開いていることから円月島と呼ばれているそうですよ。こちらは白浜の高級ホテル、ホテル川急です。まるでイタリアのナポリにいるような気持ちになりますね。これから向かう天川神社は呼ばれた人でないと行くことができないと言われている神社で、多くの芸能人も訪れているそうですよ。ずっと人から聞いたりしていて気になっていた神社でしたので、今回初めて行くことができてとても嬉しいです。弁財天は本来の神徳は水の神、そして水のせせらぎのごとく素直で絶えなる弁舌や音楽の神であります。ここに到着した時に霧のような雨が降り始めました。歓迎してくださっているのかな。日本の古代より行われてきた水神の信仰とも結びついています。後に転じて財を弁ずる商売の神としても信仰されるようになりました。天川神社の駐車場に着いた時には雨が止んでいました。参拝中は濡れないようにしてくださっているのかな。ありがとうございます。さて、到着いたしました。とても静かな雰囲気です。すっとした木が立っていました。なんだか優しく、温かく見守っているよう。天川神社は縁の行者ともゆかりがあるそうですよ。奥に行ってみましょう。こちら天川神社はご縁がなかったり、来るべきタイミングではないとたどり着くことができないと昔から言われているほど、簡単にたどり着けない山奥の秘境にあります。主催神は市来島姫の命、弁財天としても信仰されています。宗氏は飛鳥時代に縁の行者の大峰開山の際に蔵王権現に先立って誕生され、最高峰の弥山の鎮守として祀られたのが始まりとされています。立派な龍の手水屋がありますね。あら、こんなところにイモタンたちが。赤原イモリはこういう場所によく生息しているそうですよ。では早速参拝しに参りましょう。音楽の神様に
ご挨拶してまいります。そんな素敵な霊力と思いがこもっているいすゞにぜひ会いに来てくださいね。私も思いを込めて参拝させていただきました。さて、参拝も無事に終えたことですし、もう少し散策してから移動しようと思います。奥の道を進んでみると池がありました。この池の中央にある石はいすゞの形をしているそうですよ。こちらの小道がなんだか素敵で撮影してみました。あ、ワンちゃんがいますね。このワンちゃんは夕方の5時を知らせる音楽に合わせて歌うように泣いていました。芸術の神様の近くにいるとワンちゃんも歌うようになるのかも。こちらの小道を抜けると先ほど登った本殿に向かう鳥居と階段があります。御社殿も参拝させていただきました。ずっと気になっていた天川神社に来れて、いすゞの守りもゲットしてホックホクです。天川神社さん、ありがとうございました。皆さんもぜひ天川神社に行ってみてくださいね。素敵なインスピレーションをいただけますよ。さあ、お次は熊野神社へ向かいます。熊野神社は熊野三山の祭神である熊野権現の勘定を受けた神社で、熊野三山とは熊野本宮大社、本宮、熊野早玉大社、新宮、熊野那智大社、那智のことです。今回は熊野本宮大社と熊野那智大社に向かいます。その前にちょっと気になる道の駅に寄り道。こちらは熊野古道歩きの里地下津湯という道の駅で、古道中遍路の宿場として栄えた地だそうです。食事や甘味、ベーカリーやお土産も買えますよ。さてやってまいりました。熊野本宮大社。熊野参詣道の中でも多くの人々がたどった中遍路を歩くと、苦難苦行の道のりを終え、最初にたどり着くのが熊野本宮大社です。なんと
平成7年には社殿が国の重要文化財に指定されました。本殿へと続く158段の石段の両脇には上りがなびき、生い茂る杉木立が悠久の歴史を感じさせます。さあ、登ってみましょう。熊野は古くから人々の熱い信仰に支えられた聖地であり、伊勢へ7度、熊野へ3度とさえ言われています。こういう時にコロンビアのトレッキングシューズが役に立ちます。熊野詣が盛んであったのが平安時代の中期から鎌倉時代にかけてであると伝えられています。身分や階級を問わない多くの人々が熊野に憧れ、救いを求め、よみがえりを願って異教とも思える山深いこの地を目指したのです。昔の熊野本宮大社、当時は熊野荷増神社旧社の絵図がありました。本宮の主催人スサノオノミコトは木の神で、神の尊い御霊が宿っているとされている杉の木でお札を作っているそうです。参拝の順番もあるそうですので、ご参考までに。タラ用のご神木の下にヤタガラスの黒ポストがありました。黒はすべての色を合わせた尊い色であり、神の使いであるヤタガラスの色、本宮の大地を象徴する神聖な色でもあります。こちらから親しい人たちにハガキを送るのも素敵ですね。さて、早速中に入ってみましょう。門構えも素敵です。素敵な神門の前でパシャリ。参拝を終えると、あら、なんとジョジョの作者の荒木博彦さんもお守りのデザインをしているそうな。日々いろいろな発見がありますね。さて、それではお次は那智の滝がある広尾神社と熊野那智大社へ向かいましょう。天川神社も熊野神社もそうですが、いろいろ調べている中、たくさんの活躍している著名人のお名前を見聞きします。世の中に名を馳せる方々は、こういう神社仏閣を訪れる冒険心や精神性のある方々が多いのだなぁと改めて感じました。私も冒険しながら音楽活動も心地よく頑張るぞと意気込みました。今後の冒険も楽しみです。トレッキングも始めたので、日本中、世界中を歩き回ろうと思います。最近旅をするごとに体が丈夫になってきていまして、私は以前動けない日は寝込んでしまうくらいだったのですが、今はそんなことが全くなくなりました。これはすごい。心も体も元気。皆さん思うままに旅しましょうね。熊野本宮大社さん、ありがとうございました。さあお次は山の上にある熊野那智大社と広尾神社に向かいます。広尾神社は後に神武天皇となる神山と言われ彦の命が統制の際に光り輝く山を見つけてそこを目指したところ、
そこに那智御嶽を見つけました。その際に大名鞭の神が現れ、その御嶽をご神体としてお祭りしたのだそうです。そうこうしているうちに那智の滝の駐車場に到着いたしました。ふむ、あれが大名鞭の神のご神体か。私は中学生の頃、一度家族旅行でこの那智の滝を見に来ていて、今回2度目になります。神武天皇を柏原の地まで先導した八田ガラスのマークもありました。先導の役目を終えた八田ガラスは、ここ熊野那智大社で唐須石に姿を変えて休んでいるそうですよ。さあ、広尾神社にある那智の滝のそばまで行ってみましょう。世界遺産の石碑がありました。滝までは雰囲気のある林の中を歩いていきます。夕方3時くらいの時間に訪れたのですが、人がいなくて気持ちの良い散策でした。だんだんと滝がある場所に近づいてきましたよ。見えてまいりました。那智の滝です。すごいですね。到着いたしました。間近で見る滝はすごいマイナスイオンと水の力を感じました。こちら那智の滝のある那智山一帯は古来より山や滝などすべての自然信仰の聖地であり、熊野古道は高い異教常世への出入り口とされ、熊野三山は過去、現世、来世をそれぞれ表したよみがえりの地と呼ばれ、仏教伝来後には死と再生の日本第一霊場パワースポットとされてきました。広尾神社のご神体として古くから人々の畏敬を集めてきた那智の滝は、滝楼修行の行場として扱われた48の滝である那智四十八滝の中でも、一の滝とも呼ばれ、現在は日本三大神滝の那智の滝、華厳の滝、布引の滝の一つにも選ばれています。そんな那智の滝を目の前にお参りいたしましょう。さて、無事に参拝も終わりましたし、お次は熊野那智大社へ向かいます。熊野那智大社は、那智の滝から歩いて山を登ったところにあります。これがなかなかの軽めの山登りで、
トレッキングシューズ、愛称トレタン必須です。あまり登り慣れていない人は息切れします。私も。今登ってきた石段は鎌倉積みの石段だそうですよ。熊野那智大社の参拝道の看板があります。こちらをご参考に。景色がいいですね。だいぶ息切れしていますが、まだまだ登っていきますよ。入り口の鳥居が見えてきました。はい、だいぶ疲れています。目の焦点が合っていません。でも大丈夫。こんな軽めの登りで疲れていてはいけません。でも、ちょっと座っちゃおうかね。いやはや、どっこいしょ。気を取り直して登ります。そしてゴールの鳥居です。頂上の景色をご覧くださいませ。やったー、到着です。やっほーい。やりました。頂上で決めポーズです。夕暮れの美しい熊野那智大社をとくとご覧くださいませ。最近山をトレッキングしているとやるたびに元気になってゆきます。山のパワーをいただけているのかななんて思います。こちらはご神木の那智の大楠で樹齢約850年だそうです。願掛けのごまきとともにその道を通り抜けると願いが叶うと言われています。熊野那智大社の主催人は熊野伏見の神イザナミの命です。結びの宮とも称され、人の縁だけでなく諸々の願いを結ぶ宮として崇められました。おしゃれな手水屋がありました。金魚鉢の中でほおずきや栗がくるくると回っていて、なんとも可愛らしい。秋らしいお花もきれいに生けてありますね。ちょっと奥まで行ってみましょう。那智の滝も見れる絶景ポイントがありました。熊野那智大社さん、ありがとうございました。さてお次は捕鯨でも有名な
太地町とマグロが有名な勝浦にやってきました。勝浦の港に来てみたら突然太鼓の音が聞こえてきたので近くに行ってみると、これから漁に行くような漁船がたくさん止まってました。迫力がありましたね。そういえば太地町といえばイルカ漁も有名で、米ドキュメンタリーザ・コーブでも問題視されて舞台になった場所でもあります。そのドキュメンタリーではクジラ・イルカ漁の残酷さや残虐さがメインで、隠し撮りなどやや強引な表現をされてしまったのだそうです。私も見たことがありますが、とても悲しいものでした。そこで日本の女性映画監督さん、佐々木芽衣監督が太地町側の違う視点からの意見やシーシェパードの方たちとも意思疎通を図り、おクジラ様というドキュメンタリーを制作しました。彼女の言葉の中で、社会の多様性とは全ての人を排除しないことです。それぞれが自分たちの立ち位置で一生懸命生きようとしている。イルカ漁、捕鯨の問題はこの映画の題材であり、入り口ではありますが、その賛否を問うのではなく、その先に見えるもっと普遍的な問題を見てほしい。自分たちの言いたいことを発信する前に、相手を深く理解する必要があります。いろいろな考え方の違いを一つ一つ解きほぐして話し合う必要があるという言葉に、私は感銘を受けました。とても考えさせられる問題ですね。そんなことを思いながらマグロを食べに来ました。こちらは増田屋さん。なんと熊野三山の熊野号神父がありました。デザインは各大社によって違うそうですよ。なんか可愛いデザインです。マグロのカツとマグロ丼、フライドポテトはおまけ。美味しかったね。翌日は今回大変お世話になったかぎろカフェで有名な福部市の3代目福田祐樹さん、ゆうさんにお好み焼きとたこ焼きを作っていただきました。ものすごい上手な手つきで次々に焼き上がる絶品のお好み焼きとたこ焼き。いろいろなお話もできて盛り上がりました。お二人のお料理の際の息もぴったりで、最高のおもてなしの仕方を知っているお二人だなぁと感動いたしました。お好み焼きはふわふわの生地で本当に美味しかった。何枚でも食べれちゃう。たこ焼きも本当に美味しくて、お店開けます。ひっくり返し方が匠の技でした。見よ、この美しいたこ焼きを。ソースとマヨネーズと青のりかけたら完成。お好み焼きも2枚食べちゃった。ゆうさん、ジャネットさん、福部市の皆様、ありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか。天川熊野太地町と勝浦の旅。今回もたくさんの刺激をいただける旅でしたね。皆様もぜひ、思うままに旅してみてくださいね。弾き語り動画なども上げております。よかったら見てみてね。